今日は曲のテンポを上げたり下げたりするテンポ関連のスタイルを解説していくよ。テンポ BPM の音楽的な定義は、1分間に四分音符が何個入るかで決まる。音楽用語を使わずに分かりやすくすると、1分間に何回手拍子するかってこと。 BPM120 の曲は1分間に120回、1秒に2回手拍子をするテンポってことだよ。ちなみにスノが生成した曲の BPM はスノのリムーブ機能でも確認できるよ。スノのリムーブ機能は指定した範囲を決して前後の曲をつなげる機能だけど、スライドして範囲を動かしてみると一定の間隔で止まるのがわかると思う。この止まる場所は四分音符の場所、つまり手拍子をする場所になっているんだ。この止まる場所の間隔が何秒なのか調べれば逆算して BPM を算出できるよ。この例だと 0.43 秒間隔で止まるから、60割る 0.43 イコール 139.53、 BPM140 だとわかる。でもスノのリムーブは 0.01 秒単位だから、この方法で算出した BPM はずれることがある。 BPM140 の曲は本来は60割る140、 0.4285 秒間隔にならないとおかしい。スノのリムーブはこれをごまかすために 0.43 秒の間に時折 0.42 秒を挟んでるよ。波数の問題で結果がずれることもあるけど、スノの認識した BPM を確認できるのは便利。それじゃ本題に入ろうか。まずはテンポを遅くするスタイルの解説。遅いテンポを示す表現はいろいろあるけど、スロー系スタイルが一般的かな。スローテンポ、スロービート、スローペースといろいろな表現があるけど、今回は一番単純な表記のスローと特徴的なスロービートを解説していくよ。スローは単純にスローテンポにする。だいたい BPM80 から90程度の曲になるよ。スロービートも BPM80 から90くらいのスローテンポにする効果なんだけど、スロービートはドラム要素が強くなる。そして8分の6拍子になりやすい効果もあるよ。このスロービートの2種類の追加効果は後で説明するけど、遅いテンポと相性がいい。そして最後にスロー系を超えるスロー、超スローテンポのドローンを解説するよ。長い音が続くドラムのない楽器スタイルをスノは超スローなテンポだと解釈する。ドローンは長く持続する音を曲に入れる楽器スタイルだけど、この性質を利用してスロー系以上のスローテンポを作れるから、テンポをスローにするスタイルとして使えるよ。それじゃこの3種類のスタイルが他の曲をどうスローにするか聞いてみよう。いつものように君がいる、世界がカラフルに変わる。いつものように君がいる、世界がカラフルに変わる。特別じゃない日々、君と僕。いつものように君がいる、世界がカラフルに変わる。特別じゃない。いつものように君がいる、世界がカラフルに変わる。特別じゃない日々、君と僕。いつものように君がいる、世界がカラフルに変わる。特別ものように君がいる、世界がカラフルに
曲をスローテンポにする3種類のスタイル、それぞれの違いを聞いてもらったよ。テンポ BPM は数値を2倍にしても曲のリズムと一致する性質がある。だから理解できないくらい遅い BPM だと人は2倍の BPM でリズムを取ってしまうよ。2倍の BPM に聞こえないようにするには適度なドラムが非常に重要になってくる。例えば今の BGM は BPM40 の感覚でドラムの音が鳴っている。それ以外のドラムの音は全くないから BPM40 でリズムを取るしかない。仮にもっとドラムが激しかった場合は倍の BPM80 でリズムを取られてしまうし、ドラムがないとあまりにも遅すぎるからリズムを取る行為そのものができなくなる。今の BGM でリズムを取る、手拍子してみれば音楽知識のない人でもそれを体感できるかな。だから超スローテンポな曲を作るならドラムを強化できるスロービートやドラムを弱めるドローンを有効活用して適度なドラムを入れるのがポイントだね。それとあとは8分の6拍子の話をしようか。この表紙の BPM は人と機械で考え方が違う。真面目に説明すると2分近くかかるから理屈は省略して結論だけ言うよ。8分の6拍子の場合、角の内部的な BPM は人間の体感 BPM と 1.5 倍のズレが生じる。角が生成した BPM120 の8分の6拍子は人間の体感では BPM80 に聞こえるってこと。この性質を利用するとスタイルの持つ加減 BPM 以下の BPM の曲を生成できるよ。極限のスローテンポを目指すときは必須のテクニックと言えるだろうね。超スローテンポにするテクニックばかり長々と解説してしまったけど、軽いスローテンポにしたいだけなら普通にスローを使うだけで十分だし、スローも結構強いスロー効果があるからより弱いスローなスタイルを使ってもいいね。バラード、ダウンテンポ、チルアウトのようなゆったりとした音楽ジャンルのスタイルは軽いスローテンポ効果があるからテンポを落とすスタイルとして使ってもいい。次はテンポを上げるスタイルを解説するよ。これはアップ系やファスト系スタイルが一般的。今回はアップ系の中からアップテンポ、ファスト系の中からファストビートを解説するよ。アップテンポは弱いアップテンポ効果、曲の BPM を10くらい上げる気がする。 V4.5 だとアップ系やダウン系スタイルはテンポを増減させるスタイルというよりテンションを上げる下げる効果がメインになっていると思うよ。だから V4.5 ではアップ系を使っても BPM を上げる効果はあまり感じられない。ファスト系は明確に BPM を上げられる。 BPM を20から30くらい上げる効果があるよ。ファストビートとビートをつけることでドラムが強化されて BPM を安定させられる。スローテンポのところで解説した通りドラムが弱いと BPM が誤認されやすいよ。そしてファスト系を超える超アップテンポ、今回はファストコアを紹介するよ。 V4.5 でも最速は BPM230 から250になる。グラインドコアが相変わらず頂点なんだけど、グラインドコアは他の曲と混ぜにくいからね。もう少し使いやすいファストコアを選んだよ。ファストコアは EDM 系の曲調だけどメインは手数の多い細かいドラムだからエクスクルードで EDM 要素を消してやれば汎用的なスタイルとして使えなくもない。それじゃこの3種類のスタイルがどんなアップテンポになるかを聞いてみよう。いつものように君がいる世界がカラフルに変わる特別じゃない日々君と僕だけ魔法いつものように君がいる世界がカラフルに変わる特別じゃない日々君といつものように君がいる世界がカラフルに変わる特別じゃない日々君と僕だけの魔法いつものように君がいる世界がカラフルに変わる特別
をアップテンポにする3種類のスタイル、それぞれの違いを聞いてもらったよ。テンポ BPM の2倍2分の1倍できる性質はアップテンポの場合特に面倒になってくる。 BPM を上げすぎたら2分の1倍されて、逆に遅い BPM だと誤認されてしまったり、逆に BPM を上げすぎないことで2倍に取れる余地を残す方法もあるよ。かなりややこしい話になってくるから、音楽経験がないと理解しにくいだろうけど、理解できると素のでも役に立つから、いろいろと勉強してみてもいいと思うよ。ちなみに極限のアップテンポを目指す時の方法論は昔の動画の時と変わってない。最速のグラインドコアをベースにしてドラムの手数を増やしつつ変速リズムにする。 V4.5 ならドラムの手数はファストコア、変速リズムはカオティックが面白く使えるね。最後に BPM を固定するスタイルも実例なしで簡単に解説しておくよ。 120bpm のスタイルは V4.5 でも変わらず、ほぼ全ての曲を BPM120 に固定できるよ。それと V4.5 では 100bpm の効果が上がった。いろいろな曲を BPM100 にする効果があるよ。 BPM100 にできないこともあるけど、半分以上の曲は対応できると思う。逆にそれ以外の 90bpm や 140bpm、 大半の BPM スタイルは効果が激減してるね。 V4.5 では 120bpm と 100bpm 以外は使ってもあまりいい結果にならないと思う。ということで解説は終わり。結構長めの動画になっちゃったね。テンポの話は単純なようで案外ややこしい。でも理解できると素のでも結構役立つよ。それじゃまたね。